こんにちは。今日は2種類の糸を使ってたっぷりサイズのプルオーバーを作っていきます。模様編みはシンプルな方眼編み。サイズの変更も簡単なので、好みに合わせて好きなイメージで作ってみてください。その際は高評価と登録と、あとベルマークを黒にしてください。ベルマークを黒にすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー。色はソフトグリーン。材質はアクリル 100%、35g で約107メートル。使用かぎ針の目安は7号。これともう1種類は、これも同じくダイソーさんのシェノン。色はパウダーグリーン。35g で約95メートル入っています。使用かぎ針の目安は5から6。これを今回は10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り目の数について説明します。私は今回鎖を84、鎖84編んで約64センチの襟ぐりにします。で、同じ糸で同じサイズで編む場合には鎖84、マーカーをつけて広がるように編んでいきます。マーカーをつける時のやり方は後で説明します。次はサイズを変える場合や違う糸で編む場合、サイズを変更する場合や違う糸で編む場合、まず作りたい襟ぐりの広さになるまで鎖を編みます。これぐらいにしたい時にはこれぐらいの長さ。これは具体的な数ではなくて大体の好みの長さ。これができたら次はこれを好みの比率の長方形にします。で、この長方形の比率がこれから作る襟ぐりの比率になります。例えば3対2とか2対1とか2対1とかにして細長くすると、で出来上がりがボートネックに近い広くて浅い形になります。だいたい3対2から2対1ぐらいの間で作るといいかと思います。私は今回これぐらい、3対2と2対1の間ぐらいで、好みの比率が決まったらここの部分とここの部分別々に分けて考えます。ここの部分はここの計算式、ここの部分はこの計算式、こことこことこことここ別々に計算して最後に全部合わせると必要な鎖の数になります。まず今回この四角を作っていきます。なのでここにいくつ四角が入るかを考えます。四角は鎖2つで四角ができています。1、2。なので四角1つ作るには鎖2つ。この範囲に四角が何個入るかでここに必要な鎖の数が分かります。例えばここに四角が10個入る場合、この鎖の数は 10×2 プラス1。ここの数は21。ここからここまで。これができたら次はこっち。また別々に考えて
この範囲に四角が何個入るかを考えます。四角は鎖2つでできています。なのでこの鎖を数えていって四角何個入るかを考えます。四角が4個の場合、4×2 プラス1で、ここには鎖9個で、こことこことこことここ全部合わせると最初に必要な鎖の数になります。鎖編みをしていきます。この時糸端を15センチから20センチぐらい残しておきます。この時の鎖はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。私は今回鎖を84、必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。次はこの鎖に細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。これが一番端の細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで編んできました。次はこれをつないで輪にします。これが1つ目の細編み、これが最後の細編み。これを引き抜き編みでつなぎます。これでつながりました。今この細編みは上の方がつながっていて下は開いています。これは後でこの糸端を使って自然に見えるようにつなぎます。次はマーカーをつけていきます。これから作るプルオーバーは四隅に V を作ります。この V のところから広がるように編んでいきます。その V を作る位置にマーカーをつけていきます。まずこの糸の出ているところ、これが最初に作った細編み。ここにマーカーをつけます。これはこっちで見るとこの位置、この位置になります。で、今回の V は細編み2つ使って V を作ります。こことここを使って V を作ります。隣の細編みにもマーカーをつけます。で、ここにマーカーをつけていきます。この2つ目のマーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5、6と数えていきます。これが15番目。こういう感じになっています。で、サイズを変えている場合には、
この数がここで計算した数になります。この式で出た数。この数がこの位置。で、この位置がここで計算した数。こっちで見るとこの27番目。ここになります。で、また、V は細編み2つ。隣にマーカーをつけます。で、ここに V。次は、この長い辺にマーカーをつけます。このマーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5と数えていきます。2、4、これが27番目。で、また V。V は細編み2つ。こういう感じ。で、次また、ここ。V を含めて数えて15番目。で、また V は細編み2つ。で、また V を含めて数えて、27番目が、この最初につけたマーカーのところ、ここが27番目。ここになります。これでマーカーがつきました。2周目を編んでいきます。まず、鎖5つ。1、2、3、4、5。次のマーカーをつけたところ、ここに長編み。これで V。次からは四角。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。1、2。これで四角。次も四角。次も四角。で、マーカーのところに長編み。で、このマーカーをつけていたところでは V を作ります。今、長編みを編んでいます。次は鎖2つ。1、2。で、隣に長編み V を作ります。これで長編み、鎖2つ、長編みで V ができました。四角と V。次また四角。鎖1つ、1、2。また四角。マーカーのところ、鎖1つで四角を作ります。
カーのところでは V を作ります。長編みの次に鎖2つで長編み、これで V で、次また四角で、またマーカーのところ鎖1つと次は V1、2で、これで V、 次また四角と編んでいきます。最初のところまで編んでいきます。スタートしたところまで編んできました。今四角を作ったところ、もう一つここに四角を作ります。まず鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに引き抜いて四角を作ります。この時この鎖の2本の下の位置、上が2本で下が1本引き抜きます。これで2周目が終わりました。で、3周目は糸を変えようかと思っています。今こことここを編んだところ、次に糸を変えます。これはお好みで好きな配置にしてください。で、ここで一旦糸を切ろうかと思います。で、切らなくてもできるんですが、こっちの糸が滑りがいいので一旦切った方が無難かと思います。で、鎖1つ編むようにして糸を切ります。次は3周目、新しい糸を持ってきます。この時この糸端は後で針で始末したいので少し長めに残しておきます。で、結び目を作ります。で、最初の V、 ここに針を入れて糸を引き出します。ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で、同じところに長編み V を作ります。これで V ができました。次は四角、ここに四角を作ります。この下の V の片側の長編みの上、ここに四角、鎖1つで長編み、これで V と四角、次からは四角の上に四角、で、この V の手前の長編み、次は V の中に V、 ここでは四角を作ります。四角 V 四角、四角を作るので鎖1つ
で V の中に V、 V は鎖2つで V の中に V、 これで四角と V、 次また四角、ここに作ります。鎖1つで長編みの上、これで下の V に四角 V 四角と増えました。次からも同じ、まず四角の上に四角、V の手前まで来ました。ここには四角、 V の片側の長編みを使って四角、次ここに四角 V 四角を作るので鎖1つで V、 鎖2つ、これで V、 次は四角、鎖1つ、長編みの上に長編みで、この部分のこの鎖1つと、あと V の鎖2つ、それとここに四角を作るのを忘れやすいので覚えておきます。次からまた四角で、角では同じように増やしていきます。で、この V の手前、鎖1つ、四角で、またここに四角 V 四角と編んでいきます。で、あとはスタートしたところまで編んでいきます。スタート地点の近くまで来ました。ここにも四角を作ります。鎖1つ、長編みはこの下の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに長編みをして四角ができました。最後にここに四角を作ります。四角を作るので鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、これで3周目が終わりました。次は4周目、同じ糸で編む場合、この V から糸を出したいので、このまま V の中、糸を出してきて、引き抜いて、これで V から糸が出ました。また鎖5つ、こう V の中に長編み、これで V で、下と同じように V と四角と増やしていきます。下で V を作った時の片側の V 四角を作ります。これで下の V に V と四角、次からは四角の上に四角、
こに四角、この部位の手前の四角にも四角、次に四角、部位、四角とするので、まず鎖一つで、部位の中に部位、鎖二つ、また四角を作ります。これで四角、部位、四角、全部同じように増やしていきます。ぐるっと編んだら、さっきと同じ。最初の部位の下から3つ目。糸を変える場合は、ここと同じ。新しい糸を持ってきて、下の部位から糸を出してきて、で、鎖5つと編んでいきます。これを好みの長さになるまで編んでいきます。最初に編んだ鎖をこの糸端を使って整えておきます。で、大体で大丈夫ですが、端から2つ目のこの鎖に針を入れようと思います。で、戻ってこっち側から見てつながっているようにしようかと思います。で、糸が通ったら後で裏で隠しておきます。こんな感じでつながりました。約22センチ編んできました。この四角を数えていくと16個。今糸は切らずに休めています。私はこんな感覚で糸を変えました。ここが3周、ここは2周で3周、2周で、今1周編んでいます。次は脇の下を鎖5つでつなぎます。ここが長い辺、ここが短い辺、短い辺の角と角を鎖5つでつなぎます。これが袖ぐりになります。こっちも同じ。長い辺と短い辺、角と角を合わせて、これが袖ぐり。ここで体に当ててみて、で、袖がきつくないかを確認します。この状態にあと鎖5つ分、もうちょっと広くなります。これできつくないかを確認して、大丈夫だったらここで脇の下をつなぎます。もしきつかったら、これをあと何周か続けて好みのサイズにします。もう少し長く編んでいきます。で、これで大丈夫だったら、
角の真ん中の V にマーカーをつけます。こっちも同じ。角の V の真ん中、こっちも同じ。で、こっちとこっちをつなぐので分かりやすいように、こっちはピンク、こっちは白いマーカーをつけました。それぞれをつなぎます。で、新しい糸でつなぎます。まず糸が出ていないところからつなげていきます。この角の真ん中、ここに針を入れます。マーカーをつけたところで、新しい糸でつなぎます。で、新しい糸でこの糸端は少し長めに残しておきます。15センチぐらいで、一回結び目を作ります。これを引き出します。で、ここから鎖を編んでいきます。まず1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、反対側の角、短い辺をたどって次の角、ここに表から針を入れます。で、これで引き抜きます。これでつながりました。で、次に鎖一つを編むようにして糸を切ります。この時も15センチぐらい残して切ります。これを引き締めて袖ぐりができました。もう片方も同じように、こっちは糸の出ているところ、同じようにこの部位の中に針を入れます。で、鎖1、2、3、4、5、次の角、短い辺をたどって、で、表から引き抜いてつなげます。鎖一つを編むようにして糸を切ります。これで両方ともつながりました。糸の出ているところに戻ります。今糸が出ているのは最初の鎖の下から3つ目、ここから糸が出ています。次はこの部位の真ん中から糸を出します。このまま部位の中、糸を引き出します。かぶせて、これで V から糸が出ました。鎖4つ、1、2、3、4、足元
ここを飛ばして次、この部位の隣のここを飛ばして次で、この時この鎖の上が2本、下が1本の位置、ここに針を入れて長編み、これで四角ができました。次も四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、次また四角、鎖、足元はここに1つ鎖があります。ここを飛ばして次はこの部位、1、2、これで四角ができました。次から四角の上に四角を編んでいきます。まずここ、鎖1つ、この長編みに長編み、次も四角、でこのまま全部四角の上に四角、ここまで編んでいきます。でこの糸足は後でここを補いながら糸始末をします。反対側の鎖の手前まで来ました。ここでも四角を作ります。鎖1つ、この部位の中に針を入れて長編みを1つ、これで四角、部位の上に四角、次は鎖の上、ここに鎖5つあるうちの1つ目を飛ばして2つ目、鎖1つと長編み、で四角、次も四角、1つ飛ばして2つ目、鎖1つ、次はここを飛ばして次のこの部位の中、1、2、これでこっちも四角ができました。次また同じように四角を編んでいきます。鎖1つ、このままスタートしたところまで編んでいきます。ここまで編んだら鎖の下から3つ目に引き抜きます。で次の段も同じように編んでいきます。次はこの袖の部分は編まないで、胴体部分だけをぐるぐると編んでいきます。で好みに合わせて糸を変えて、で好みの長さまでこのまましばらく編んでいきます。今お腹のところを編んでいる途中です。ここで一旦袖を説明します。左右どちら側からでも大丈夫です。脇の下、こ
こぐらいから始めていきます。新しい糸、でここらへん、どちらでも大丈夫です。引き出します。ここから鎖を3つ、1、2、3で、次はここには角があります。ここが角になっています。で、こことここで四角を作ります。今ここに鎖、このままこの長編みの上に長編み、鎖3つと長編み、ちょっといびつな四角になります。これで四角、次から四角の上に四角、次もで、このまま一周します。スタート地点の近くまで来ました。ここにはまた角があります。この角のところでも少しいびつな四角、少し小さめの四角を作ります。で、四角を作るので鎖1つ、次はちょっと短めにしたいので中長編みをします。中長編みは絡めて、で糸を引き出します。で、ここから糸を引き出したらちょっと目立つので、ちょっと糸を借りてきて2本すくおうかと思います。糸を出してきて、この3本を一度に引き抜きます。これで中長編み、ここが長編み、鎖1つ中長編み、少しいびつな四角、次また四角、四角を作るので鎖1つ、最初の鎖の下から2つ目、引き抜いて、これで袖の1周目が終わりました。次からは全部1つずつ、まず鎖4つ、1、2、3、4、さっきは鎖3つだったんですが、これからは4つ、この長編みに四角、四角ができました。次も四角、これからは全部四角の上に四角、これで一周します。袖の2周目を編んできました。ここにも四角を作ります。鎖1つ、最後はここに四角、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、これで四角ができました。
次からも同じ、ここと全く同じように編んでいきます。鎖4つで、この長編みの上に四角、次も四角の上に四角、でこのまま一周します。で一周編んだら鎖の下から3つ目、ここに引き抜いて四角で、このまま必要な長さまで編んでいきます。途中で糸を変える必要があったらまた好みの位置で糸を変えます。このまましばらく編んでいきます。脇の下から数えて25周編んできました。長さは約32センチで、この長さはご自身の腕に合わせます。これにあと約5センチぐらいプラスして、だいたい手首の長さぐらい、好みの長さまでそこまで編んでいきます。でこの状態はここより少し広がっているように見えると思うんですが、特に変えていなくてまっすぐ編んでいます。次から狭くしていきます。それを続けて編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、今までは鎖4つだったんですが、ここでは3つで、次も長編みの上に長編み、今までは四角を作ってきたんですが、これからは長編みの上に1つずつ長編み、このまま長編み、鎖3つと長編みで、鎖1つを編まないでまたすぐ長編みの上に長編み、次も次もで、このまま長編みの上に長編みを編んで一周します。一周編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。で私は次この違う糸で編んでいきます。でこのまま同じ糸で編む場合は同じようにこのまま鎖1つと編んでいきます。私はここで糸を切ります。で次の糸、次も少しだけ狭くします。鎖を3つ、1、2、3で、さっきは1つの長編みに1つずつ編んでいったんですが、今度は1つ飛ばします。ここを飛ばして次長編みをします。このまままた1つ飛ばして次
次もこんな感じで狭くなります。これで一周するんですが、この後に細編みを編んで、私の場合はこれぐらいの広さになりました。これはちょっと狭いかと思うので、腕を通してみて、ここがちょっと狭いようだったら、この間隔をもう少し間隔を狭くします。ここで一つを飛ばしているんですが、例えばここを一つ一つ飛ばす、一つ一つ飛ばすとか、ちょっと間隔を狭くしてこの部分を広くします。大丈夫だったらこの感じ、もう少し広くしたい場合にはこの飛ばす長編みの数を減らします。私はこのまま一周編んでいきます。次もこれで一周します。一周編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。最後は細編み、鎖1つ、鎖の根元に細編み、で次の長編みの上、次も長編みの上、一つの長編みに一つずつ細編みをしていきます。でこれで一周します。でこの時また腕が通るかを確認しながら編んでいきます。もし必要でしたらこの細編みを少し緩めに編んでいきます。これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。でもう一周細編みを編んだ方がスッキリとするので、さらにもう一周細編みを編んでいきます。さっきと同じ鎖一つ、根元に細編み、次も細編み、一つの細編みに一つずつ細編みを編んで一周します。これで一周します。でまた腕を通してみて、きついようであればこの細編みは緩めにしていきます。細編み2周目を編んできました。最後はとじ針で始末します。最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み。隣に針を入れます。1、2で手前から向こう。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。上から入れて下の細編みも通って裏に出します。で大きさを揃えます。
隠しで、あとは裏で隠します。こんな感じになりました。反対側も同じように作ります。胴体部分も編んできました。四角を数えると15周、最後に細編みを2周編んでいます。長さは約20センチ。私はだいぶ短めにしました。これは好みの長さにしてください。もっと長くしてお尻が隠れるぐらいもいいかと思います。裏返します。脇の下をつないだ時の鎖、この糸端を使って、でもし伸びているところがあったらこれで整えたり補強したりして、で糸端を隠します。で今回特に伸びていないので、このまま糸端を隠していこうかと思います。もしほつれやすくなっているところがあったらこれで補強します。で他の糸端も始末します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。私は全体的にとても大きなサイズで作りました。袖もたっぷりと広め、袖口は狭くしています。このギャップ感が可愛いかと思っています。横幅もだいぶ広く作りました。広くて短めで、この編み方は多少伸び縮みがするので着ていてとても楽ちんです。それと今回使った糸もちょっとサラサラとしていて触り心地がとても良くなっています。
でサイズが大きいので着心地もとても楽ちんです。サイズを測りました。上から下までは44、横幅は58、襟ぐりは68、袖口は19センチぐらい、こんな感じになりました。使った糸は 280g。 毛糸の数でいうとこの濃い方が 70g、 2玉使いました。薄い方は6玉、約 200g、 合わせて 270g。 最後までご視聴ありがとうございました。